おはようございます。ベトナム縦断も4日目になりまして、僕は今ドンナイ省のニャチャンという町にいます。ニャチャンという町はですね、このドンナイ省で一番でかい町なんですけど、都市圏としてはベトナムで4番目にでかいぐらいの、規模の町です。もうすぐそこが海でしてね、基本的にはビーチリゾートとして発展した町なんですけれども、ちょっとですね、今残念なことに天気が良くなくて小雨が降っている状況なんですよね。今はちょっと止んでるんでいいんですけど、なんていうかビーチリゾートに来て雨が降ってるほど悲しいことはないですよね。このニャチャンっていう町はビンパールグループっていうそのリゾート開発グループがすごい、一大勢力を誇っていて有名で、リゾートだけのアイランド島とか持ってるぐらい有名なところなんですね。で僕もそのビンパールっていう、グループの一つのホテルに泊まっています。そういう町なので、僕もなんかビンパールのなんか施設に行ってみようかなと思ったりとか、あとはですね、マッドスパ泥温泉っていうのがすごい有名で、泥を塗ったくりながら温泉に浸かるみたいなのが有名だから、ちょっとやってみたいなと思ったりもしたんですけど、雨だからちょっとどうしようもないですね。あとやっぱ基本ビーチリゾートって一人で来て何するんだっていうのがすごいあるなと思っていて、やることもないから朝ホテルで朝食食った後ジムに行ったりして、ちょっと時間を潰してました。とはいえこれもう12時になったらチェックアウトしなきゃいけなくて、これからダナンってとこに11時間ぐらいかけて夜行列車で行くんですけれども、その電車が、夕方6時発なので、ちょっと時間があるという感じです。なので簡単に、周りの遺跡とかを観光しようかなと思っております。なんか一番有名な観光スポットだと思うんですけど、ホンチャオっていうなんか面白い岩があるところに来てみました。それでこの入場チケット買ったんですけど、1万ドンだから50円ぐらいですかね。岩を見るのに50円払うっていう、ちょっとよくわかんない感じになってますが、なんか岩を見る場所のはずなのに資料館みたいになってますね。完全中国風の、この岩のあたりの写真がめちゃくちゃ飾られてるんですね。なんとなくわかるんですけど、全部ベトナム語で英語表記とか一切ないからよくわかんないですね。でもあるものはあるのか。すごいすごい中国の古都ですね。日本の古都とほとんど同じだな。すごい似てますね。しかしこの岩とかあっちにも竹があるのは全部楽器なんでしょうかね。特にこの岩はこんなん楽器になるのかな。きっと打楽器なんでしょうね。面白い。さっきまでどっからともなくいい感じの音楽が流れてたんで、なんだろうと思ったらこれでした。
ちなみにですね、今回マイクをつけてみたんですよね。野外で話すと全然音を拾えないことに気づきまして、ちょっとマイクをつけてみたんですけど、ちゃんと音を拾えてるのかどうか気になります。ここはお土産屋さんだな。よいしょ。さっきの資料館が木なんですけど、レストランみたいのがあって、有名な本茶の岩はここから行くみたいですね。なんかキーな岩と書いて奇岩と読みますが、その奇岩がすごく有名で、なんかいろんな逸話があるそうです。僕は結構自然のものって好きなので楽しみなんですけど、あ、これか。これが本町の岩ですね。これか。きっとこれですね。おお。これが有名な岩らしいです。これが本ちゃんで一番有名な岩ですね。確かに絶妙なバランスでこれ成り立ってるというか、このポジションが位置されてますね。すごいな。この岩重いんだろうな。何百キロもあるんでしょうね。何百というかトンレベルであるのかな。おお、面白いです。あっちの方にもでっかい岩がありますね。なんでここだけこんな岩が残ったんだろう。周りは全然ないんですけどね、他には。でっかい岩ですね。僕ブラタモリっていう NHK の番組が好きだから、こういう地形に関するのお話が結構好きなんですけど、ここはなんでこんな風になったんですかね。ずっと見渡す限りビーチなのに、ここだけ来たらいきなりこの岩が出現するんですよね。きっと学者とかが見ればすごい面白い成り立ちの場所なんでしょうね。あそこ登るように階段作られてる。綺麗ですね。あそこに奇岩が見えます。先ほどの本茶からすごい近いところにあるポーナガールっていうヒンドゥー教の寺院に来ました。でまた全く同じこのチケット買いましたね。同じように1万ドンなんで55円ぐらい、非常に安い入場料です。Thank you. ベトナムっぽい感じがしないですね。やっぱヒンドゥー教の寺院って。でもそれがいいですね。ここら辺一帯はいわゆるチャンパ王国
が統治してたんですけど、チャンパ王国ってもう1700年間ぐらいかな、多分2世紀から18世紀と多分そのぐらい結構長い間ベトナムのこの南部、中部から南部を支配してた国でですね、途中からヒンドゥー教を国教にしたりしてるんですね。書いてあるポーナガールか書いてありますね。でまあすごいな、ここから見るとやっぱすごい感じですね。すごい、これは壮大な感じがしていいですね。でこの建物はですね、10世紀から13世紀ってさっきウィキペディアに見たら書いてあったんですけど、10世紀から13世紀ぐらいにかけて結構長い期間かけて作られたものだそうなんで、一番古い場所はもう1000年ぐらい前からあるような感じになります。確かに古そうな感じですね。よくこんなもんがベトナム戦争とかね、フランスとの戦争とかあったのにずっと残ってるなって感じですね。ここは昔階段だったのかな。この階段はもう潰れちゃってもう登れなくなってますけど、面白いな。階段も1000年経つとこういう風になっちゃうんですね。へえ。上の方はもう削れて階段ではなくなって、でもなんか階段の残りがみたいのがありますね。面白い。そしてこの線香、線香の香りっていうかバナナの香りもするのかな。なんかちょっと甘い香りがしました。ベトナムって歴史見てみると大体北のベトナムとベトナムの北とベトナムの中部とベトナムの南部で大体国が3つぐらいに分かれてることが多くて、で状況によってはなんかベトナムの中部と南部が一緒になってたり、北ベトナムが南っていうか中部とか南の方まで統一したりとか、なんかそういう歴史のちょっとした繰り返しみたいなところがあるんですけれども、ここはその中でもチャンパ王国ですね。なんかもともとはここら辺までが中国の漢帝国の南端一番南の場所だったそうです。だから中国の影響力ってやっぱすごいですよね。漢の時代はここまで来てたんだと。でも三国志とかが好きな人はよくわかりますけど、いわゆる漢帝国、すごい交換の時代も終わりになると、こういうちょっと外れの方の国々は独立していっちゃうんですよね。漢の影響力がなくなっていくので。すごい線香の香りが充満してる。線香の煙がすすみたいになってくっついてますね、いろんなところに。なんだろう、ちょっと仏教ではないのかな、これも。すごい、これは面白いな。なんか立派な作り、当たり前なんですけど、ポーナガール面白いですね。こういうなんか摩耗したような風雨にさらされて削られた感じとかがめちゃくちゃリアルですね。リアルって本物だから当たり前なんですけど、これはすごい。これ世界遺産じゃないのかな。めちゃくちゃ面白いですけどね。ベトナムってヒンドゥー教の影響なんてはっきり言って現代においてはもうないと思うんですけど、ここにはまだこういうチャンパ王国のヒンドゥー教を信奉してた時代のものが残ってるんですね。
ここも、完全中国風な感じですけど、礼拝所だったのかな昔は。何なんでしょうね、よくわかんないですけど。でもなんかこの石像とかも南方系ですね。ちょっと丸みを帯びた感じで、やっぱり東アジアのものとかとはちょっと違う感じを思います。あと顔の作りが大体なんかちょっと丸かったり、鼻とか唇がでかかったり厚みがあったりするんですよね。やっぱ東アジアののっぺりして鼻が低くて唇が薄い感じとちょっと違うっていうか、やっぱ面白いですね。ここは小高い丘の上にあるんで、昔はとてもいい場所だったんでしょうね。これも中入れるのか。入ってみよう。靴を脱がなきゃいけないと。靴を脱ぎました。なんか一瞬先ほど止められたんで、カメラダメなのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、僕の横にいる、欧米から来られた白人の女性の方がスパッツだったので、ちゃんとした服を着てくれみたいなことを言われて出てっちゃいました。宗教施設だと結構ありますよね、そういうなんか露出が激しい格好はダメですみたいな。完全仏教式になってますけど、これはどういうふうに理解すればいいんですかね。絶対ヒンドゥー教じゃないよねって感じがしつつ、ヒンドゥー教がやっぱなくなった後はこういうふうに仏教の礼拝所みたいになっちゃったのかな。あるものも完全にヒンドゥーの影響よりは仏教ですよね。でもこれかな、有名なタイの木彫りの像が、タイじゃない、象の木彫りの像があるらしいんですけど、なんかこれ下手すると1000年ぐらい前の木彫りの像が、ベトナム最古の木彫りの像があるってさっきネットで見たんですが、これそうなのかな、1000年経ってんのかな。でもなんかもしそんな貴重なものだったらここにポンと置いてないか。でもこれも結構古そうですね。ここも似たような感じですね。こういう小さいなんか塔がいっぱいあるのは確かヒンドゥーっぽいですね。これも何かしらの人物像だったんでしょうけど、ボロボロに口当ててる。やっぱり1000年ぐらい経つとそりゃそうですよねって感じですけど、綺麗だな、すごい綺麗。1000年近くも前によくこういう綺麗な建造物を建てられるもんですね。でもこんなもんですかね。ここら辺も昔の出土品なんでしょうね。これはだってヒンドゥー教のもんですもんね。悲しいものがあるな。プレイング、祈りの像ってことでしょうね。多分ここで手をこうやって合わせて、首が何かあったのかな。大体カンボジアとかもそうですけど、戦争があって侵略されたりすると、こういう宗教の像って首切られたりするんですよね。悪趣味だなって思いますけど、でも現地の人が信仰している仏像とか、こういう神様の像の首を切るって効果的なんでしょうね。
面白いです。has been through since the 8th century。 8世紀で1000年以上経ってる。やっぱすごいですね。